げやすくしていきます。ご自身の心地よいペースで構いません。こんばんは。今日の本屋さんでの戦利品紹介したいと思います。今日TSUTAYAで買ってきたのがこちら、小川陽子さんの遠慮深いうたた寝というものですね。これはエッセイ集。あとは、パラッと立ち読みしてみたら文体が結構好きそうな感じだったので、小原晩さんという方のここで唐揚げ弁当を食べないでくださいという、こちらもエッセイ。同じく小原晩さんのこれが生活なのか知らんという、こちらもエッセイですね。あとは古書コーナーみたいなのがあって、土を食う日々という本も買いました。これ映画も見たことあるんですけど、すごく好きな感じだったので本でも読みたいなと思って買ったものです。最近よく本を読んでて、本屋さんにね足しげく通って、今日はちょっと多めに4冊買いました。というのも、明日から2日間デジタルデトックスしようかなと思って、デジタルデトックス中に本読みたいなと思って、たくさん買ったんです。
仕事柄常に SNS を開いていろんな情報を得たりとか、最近こういうのが流行ってるんだとか、最近みんなこういうことに興味があってなんかいろいろ話してるなみたいなのを、ぼんやり眺めているわけなんですけど、SNS との距離の取り方っていうのは自分の中ではうまい方だと思っていて、あんまりいろんな人がいろんなことを SNS 上で言っててもへーとかふーんぐらいでしか関心がなくて、割と受け流せるタイプなんですけど、SNS ってなんか常に誰かが何かについて物申してたりとかして、それに対して誰かがさらに物申したりとかして、ちょっと喧嘩みたいなの発生してることがね多いかなと思うんですけど、なんか最近特に人が SNS 上で言い争ってるみたいなのを目にすることが多くなって、あまりにも自分の視界に入ってくるから、なんか見ないようにしても見ちゃうし、しかもそれをしみじみ読んで全く関係ない話題なのに私もなんかそれについてものすごく考えてしまってモヤモヤしたりとか、そういうことがねたまに起きるんですよ。で今そういう期間なのかなみたいな、ちょっとそういう時はやっぱ離れた方がいいじゃないですか。ということで明日から2日間 SNS から離れてみようと思って、それでデジタルデトックスやってみようかなと思いました。はい、今までも何回かやったことあるんですけど、今回もプチデジタルデトックスをして、自分にとって不必要な情報をもうこれ以上入れない、そしてそれについて無駄に考えないように頭をリセットさせたりとか、もっと自分のことにフォーカスできるようにやりたいことをちゃんとやろうみたいな、そんな2日間にしていきたいなと思っていて、たった2日間なんですけど、どんな感じで私の気持ちが切り替わったのかとか、モヤモヤしているこの頭の中がどんな感じですっきりできたのかみたいな感想みたいなのも、この2日間終わった後にシェアしていきたいなと思います。それではおやすみなさい。目を閉じながらでも構いません。のんびりと腹式呼吸を取り入れていきましょう。おはようございます。今からちょっと歩いてパン屋さん行こうかなと思ってるんですけど、今日はあったかいらしいんですよ。ということで昨日買ったこちらのハリウッドランチマーケットのニット着ちゃおうかなと思います。めっちゃ可愛い、ちょうどいい、分厚すぎず薄すぎずっていう感じのニットで、この首元のところとか、あとは袖のこの部分のディティールがねめちゃくちゃ可愛いです。でこれにマリメッコの前回紹介したワイドパンツ、はい、こういう感じで、はい、マリメッコのデニムに合わせました。ここに太めのフープのイヤリングつけたりして、デニムとニットだけでね結構シンプルな格好なので、アクセサリーはね結構ポテッとしたものをつけると可愛いかなと思います。どうでしょう、可愛いですよね。ネックレスはティファニーの T スマイルを今日はつけます。でこの下のインナー丸めなんですけど、でもこのね感じが可愛いかなと思ってこのままいきたいと思います。これに今日はあったかいのでこちらのポロのアウター着たいと思います。裏地のチェックが可愛い、ちょっとメンズライクなジャケットですね。どうでしょうか。これ前締めても可愛いんですよね。形がすごい可愛いショート丈のアウターです。はい、これで1時間ぐらい朝の散歩してパン屋寄って帰ってきたいと思います。行ってきます。
なんか普通に構成も面白いってなんだろう、そうそう、番組の、ね、として面白いんですよね。目標とか、はい、そういう仕事に目標とかなかったですけど、殻破って頑張ります。クリームの可愛い、ほぼ変わってないらしいです。少しずつ食みたいな。で最後のフェーズ4になってくると夜断食が入ってくるんですよね。ところに入ってます。なんたらヨガ。私この前箱根で教えてもらった愛ちゃんのストレッチ毎日やってるよ。そんなにハマったのあれ。毎日シャバーサの楽しみ。かわいい、私も写真撮りたい。ブルーベリーパンケーキ。かわいすぎ。今日のコーディネート、これは前回の Vlog で言ってたパサンドバイヌキテパの展示会、そこでオーダーしたワンピースが届いたので早速着ちゃいました。今日から週末にかけて結構ね暖かくなるということで、この春夏のワンピースがちょうどいいんじゃないかなと思ってこちらを選びました。これはコットン 100% の
ワンピースなんですけど、このラベンダーカラーがすごく可愛いです。ちょっとうっすらねストライプになってて、そして胸元とか裾の広がりにかけてところどころ入ってる、ピンクに近い紫、この刺繍とこのワンピースの色の組み合わせがとっても可愛いです。でこの前のところ、ここがねしっかりと V で深く開いてるので、この首周りがすっきり見えてとっても大人っぽい印象になります。裾の方がね歩くとゆらゆら揺れて、とにかく着心地が最高にいいです。で今日はこれに同じく抜き手パで買ったこちらのニットカーで合わせてこのセットで着てます。すごいなんかもう春がもうすぐっていう感じでウキウキしちゃいますね。とはいえ今日は家事したりあとは仕事したりするだけの一日なんですけど、こういう新しいお洋服着てるだけでテンションが上がります。美味しい。こんばんは。ただいまの時刻9時37分、だいたい丸2日間デジタルデトックスしました。で、スクリーンタイムっていうんですか、それを記録していたんですけれども、火曜日のスクリーンタイム、こちらが2時間24分。スクリーンタイムのうち SNS39 分。めっちゃ使ってた。デジタルデトックス1日目は本当に無意識的にインスタ開いちゃったりとか X 見ちゃったりとかしちゃって、で10分ぐらい触って、あ、そういうの見ない日だったんだみたいな感じで慌てて閉じるみたいなのがあって、まあでも言ってもインスタグラム14分とかですね、開いてたの。X は1分、TikTok5 分で、あとはなんか上位に LINE とかあるんですけど、 LINE はねこう仕事とか友達との連絡のやり取りとか必要なもんなんで、そこを普通に使って、あとは Google マップで地図的な感じで使ったりとかで、今日水曜日スクリーンタイム2時間21分、SNS は11分という感じで、昨日今日ねだいたい2時間ぐらい携帯触っていたなみたいな
多分デジタルデトックスしてなかったら普通に5時間ぐらいいじってるんじゃないかなって思うんですけど、明日1日お家で編集するんですが、その時にはね普通にいつも通りに携帯いじろうと思うので、通常のスクリーンタイムっていうのもこちらに出しておこうかなと思います。で2日間ゆるデジタルデトックスしたんですけど、感想はというとちょっと辛かったです。辛かった、あとは暇だったっていうこの2つがあって、辛かったっていうのは当たり前に毎日スマホいじってて SNS も当たり前に見ているっていうこの当たり前の行動を制限されるのってすごく辛いんだなって思いました。すごくなんか自由を奪われている感覚に陥ってちょっとストレスが溜まりました。自分の行動を抑えるっていうのはすごくストレスを感じたっていうのと、これはラジオでも話したんですけど、デジタルデトックスをする前に SNS で入れた情報っていうのが自分の頭の中をずっと駆け巡って2日間ずっとそれについて考えるっていう時間があって辛かったですね。それほどまでにこの SNS 時代情報っていうのはどんどん自分の頭に流れ込んできているんだなって、いつもいろんなことを考えているようで熟考してないんだなっていうのをすごく感じました。あとは、意図的に携帯を触らないっていうことをしてすごく時間を持て余して暇だなっていう時間がすごく増えて、最近本を読むようになったと話していたと思うんですけど、今まで本を本当にさらっとしか読んでなかったんだなっていうのに気づけました。この2日間は本当に本をねじっくり読むことができました。ゆっくり文字を噛みしめたというか、そういう感じで一冊一冊をゆっくり読むことができて、それはすごくいい時間でしたね。はい、でデジタルデトックスをやった後に皆さんに感想をシェアしますねみたいなことを2日前に言ったがゆえ、デジタルデトックスをやってこんな効果が得られたとか、こんな風に自分の気持ちが変わったみたいな、その結論みたいなものを伝えたいなと思っていたんですけど、むしろなんか答えが出せなくなったというか、この2日間の体験を結論付けれなくって、今までいかに早急に答えを出そうとしていたのかっていうのに気づけました。 SNS を仕事にしているので、特に最近はラジオとかもやってるから、皆さんからいただいた相談とか質問に対して答えをね出して綺麗に終わりにしたいとか、ちゃんと結論はこんな感じでしたみたいな感じで提示して終わりたいみたいなのがあったんですけど、今回は考えれば考えるほど自分の中で答えが出せなくなってしまって、でも逆にそれでいいんじゃないかなと思って、そんな2日間でしたっていうのをリアルに皆さんにお伝えしようかなと思って動画を回しました。でもなんか本当にこの2日間で思ったことは、私も含め、SNS の中にいる人たちみんな常に答えを追い求めていて、問題定義から答えまでの道筋がめちゃくちゃ短すぎるなと思いました。多分本来物事っていうのはそういう風にはいかなくて、もっといろんなところを右往左往しながら答えに近づいていくけど、でもやっぱりそれは答えじゃないと思って、また違うところをいろんな風に転々としながら考えていくものなのに、これはこうみたいな感じでこの最短をね行こうとしすぎているなと思いましたね。すごく不思議な2日間でした。デジタルデトックス今までも何回かやったことあるんですけど、その時はなんか雑念とかいろんな情報から解放されて自分に立ち返れたみたいな感じですっきりしてた気がするんですけど、今回はなんかすごく逆に考えの渦の中に巻き込まれた2日間でしたね。でもなんか嫌いじゃないです、こういう感覚。こういう瞬間もすごく大事だなと思うので、定期的にデジタルデトックスする機会を設けて、次はどういうふうに自分が思うのかとかっていうのを試していきたいななんて思いました。なのでできれば毎週末、無理だったら月に1回程度はスマホっていうか SNS を見ない時間っていうのを積極的に設けていきたいなと思います。興味がある方はぜひこの土日にでもゆるデジタルデトックスしてみてください。皆さんがどう感じるのか知りたいですね。はい。
いい、始まりました。最近土曜ラジオ第25回、今週もどうぞよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。はい、このラジオは、私がこのお家にアトリエを作って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たちの今をお届けするそういうラジオになっています。どうですか、先週に引き続き花粉症の方は。花粉症はですね、はい、あの後でも薬を飲んで、うん一晩寝たら、よくなってたね。治ったね。でもその後今飛んでないんかな、落ち着いたんじゃない、花粉自体も。あ、でもそうかもねなんかねちょっと落ち着いた感はあるかもしれない。あの1週間ね、が結構やっぱ強かった。私もあの時なんか鼻ムズムズしたもん。でもなんかその後彼はそのコメントでね、いろんなことを教えてもらって、花粉症に関する皮下治療が有効とか、花粉に、そう、あとはまああれですね、グルテンフリー、小麦ですね。はい、まあずっと気になってはいましたよ。そうね。まあやった方がいいのか、改めて思い返してみると、自分たちの食事において、逆に小麦が入ってないものをいや、そう考えると、好きなのはやっぱうどんとかさ、わかる。パンとかね、ケーキとかも食べたいし。確かにそうか。何にでも入ってるね。そう、何にでも入ってるよあいつら。パスタもそうだしさ。いや、ほんとそうだわ。厳密に言うとさ、餃子の皮とかもそうじゃん。そうじゃん、この前食べちゃったね、水餃子も。だから、これは確かにその完璧にやらなくてもいいけど、ちょっと意識してみようっていう気持ちを最近持ってます。なるほど。ちょっとなんかそれでも良くなったのかな、わかんないね。気分的な問題かな。でもまだなんか外食するときに、ここダメかまだ初心者だからね。そう、ゆるグルテンフリーだもんね。そうそう。だからね、日常を考えるとね、結構小麦食べてるなってそうだね思って、完璧にはしないけど、ある程度、ちょっとやってみたんだよね。そうそう。ただね、結構この小鼻の横の赤みとかが消えてきてまさかのそういうとこに現れるんだ。まだ疑ってるけどね。私もやった方がいいかな。本当よ。顔の赤みこれまさかグルテンなくはないかもね。原因の一つかもしれないってことだよね。プチグルテンフリーぐらいだったらちょこちょこね、試してみる価値はあるかもね。全部は無理じゃない。全部は無理。やっぱね、食べたいもん俺も餃子の皮はもうカウントしないゼロ。あとそばも、多分つなぎで入ってるけど、もうちょっとカウントしない。うわ、でも私無理かも。ドーナツとかも食べたいし。いや、俺うどんがね、うどん食べたいよね。うどんがね苦しい。苦しいねでもそれって効果が出てる方もいるから、そういうの一つね、やってみてもいいんじゃないかなっていう。やってみて小鼻の赤みが消えたかもっていうことで、あとなんか朝ちょっと元気かもとは思う効果感じちゃってんじゃん。前提としてあんまりやりたくないの。わかる。そういうのやっちゃうとね、そう自分追い詰めちゃうから。そう、でそういう側面も今感じてる。その食べちゃダメとか、そうね、その厳密にやってないとはいえ、うどん食えねえのか、心の中でちょっと舌打ちしてる自分がいるのは間違いない本当にたまにね、グルテンフリーをチョイスするみたいな。そこは気負わずやった方がいい。そうそう。やっぱストレスためないのが結局健康に一番いいからね。そうか、あなたはグルテンフリーしてて、私はデジタルデトックスしてました。2日間限定。たまにやってたよね。はい、たまにやってました。でも最近ずっとやってなくて、でゆるデジタルデトックスデジタルデトックスは許すんだよって感じなんだけど、ラジオはか、あと状況に応じて YouTube はかみたいなだいぶかじゃないだいぶか。でも X、スレッズ、インスタグラムは見ない。そのいろんな人がこう自分の意見を発信したりとかしてるもの、それを真剣に読んじゃうから私は。デジタルデトックスってこのブルーライトがダメとかじゃないんや。そういうなんか嫌なものを見るのをやめるってこと？私はそうだと勝手に思い込んでて、その SNS 上に全てのさ、モヤモヤするものが結構詰まってる私の生活の中で。 SNS は仕事だし、めっちゃ触れるわけだから、対人関係よりも SNS の中での、いろんな人の発言とかが、ストレスの元になったりモヤモヤの元になったりする可能性もあるなみたいな。で今は別にないよ、モヤモヤしてることとかストレス溜まってないんだけど、一旦これを見ないってなったらどうなるんだろう
でも分かるよ。なんかその見ず知らずの人が見ず知らずの人に怒ってる投稿を見て見ず知らずの僕がなんかモヤモヤってするからなんかなんだろうこれっていう感覚は確かにある。そう本当にそういう感じで、またそういう人の発言とかなんかそういうニュースとかを見て答えが出ないものに対して自分の中で答えを出そうとしちゃったりとかしてモヤモヤしたりとかするっていうのがあるから、なんかそれで一旦その根源となるものを見ないようにすればいいんじゃないかと思って2日間だけやってみたんだけど、でもねなんかねすっきりするのかなと思ったの。そういうものに触れなければ自分の人生生きてるみたいな感じですっきりするのかなと思ったら普通に辛かった。なんで？なんかもう当たり前に触ってるものを触れないっていうこのもどかしさ。うどん現象きた。うどんのもどかしさ。もうだからふと触っちゃってたもん。10分ぐらいインスタ見てて気づかぬ間に、そう今見ちゃダメだったんだみたいな。それもなんかなんだろう、見ちゃダメっていうさ、自分に蓋をするみたいなさ、行動に蓋をしてるから若干ストレスたまるのと、あとはそのデジタルデトックスする前に入れてた情報っていうのが一生頭の中に残ってて、それがぐるぐる回るっていうのが、なんだろう、今まではいろんな人のさ話来てモヤモヤしてもまた新しい話題が来てモヤモヤできたの。モヤモヤがずっと移動してたの。モヤモヤの新陳代謝がね、モヤモヤが回転寿司みたいになっててどんどん流れてたのに、いつの間にかこう「はいどうぞ」って出されたの。急にねカウンターに座っちゃったみたいな。それで味わわなきゃいけなくなっちゃった。だからここでずっと2日間、見るのやめよってしたやつをここでもうずっと考え続けなきゃいけなくて、それは現代病やね。苦しかった。普通に俺デジタルデトックスしたらすっきりすんのかなと思ったら逆にすごい悶々としたっていう話ね。やめる前の雑念っていうか、雑音がずっと頭の中でぐるぐる大きくなってた。でもある意味考える人みたいな感じで、なんか歩きながらずっとそれを考える人になってた。それいいことなんか、だからそうちょっとまだ答え出せてないなっていうのがあって、まだ短いんじゃない？そうでもさちょっと無理かも。 SNS 仕事してるから、仕事だからね。そうでもなんかこれってじゃあ今日2日間だけやった終わりっていう問題の話じゃないんだなっていう、結局現代病っていうか、もうこれは病気の一種なのかもしれない、良くても悪くても病気の一種なのかもしれないと思ったら、定期的にやるとかね、例えば毎週土日は見ないようになるべくするみたいな、もう全く見ないとかなるべく見ないようにするとかそのうちうどんずるずる食ってるみたいなっていうのを続けていくうちに少しずつなんだろう、こう受け流せる力、このやつを考え続けないで、もうこのまま曖昧なままでいいよねって置いとける力っていうのが備わるのかなって。それさ、デジタルデトックスプラス運動とか、なんかその夢中になるものをやらないとただ排除するだけじゃ意味ないんじゃないの？そうちょっとまだ答えに行きつけてないの。まだこの2日間じゃ私のその自分の感情がまだちょっとよく分かんない。ずっと考え続ける人だったから、そこまでいけてない。果たしてそれは本当に考えるべきものなのかっていうところ。そうだからそこまで考えたい私もしてなくてもそこにたどり着いたけど私もずっと考えながら、これってこんなに考えるべき問題なのかみたいな、別に私にとって全く関係のないことの人の発言とかを一生考え続けててこれ別に考えなくていいのに、でも今私の頭の中にこれしかないからって思って、それを一生懸命細かく砕いて、もっと細かく砕いてみたいな、それをどう料理しようみたいな感じで2日間終わっちゃった。なるほどね。はい。でもそんな感じで前回ラジオでリスナーネームを募集したじゃないですか。本当いっぱいね考えてくれてね。本当にびっくりしたよね。コメントでさ、コメント書いた人にいいねを押せるじゃん。でさ、一番さそのファンネームでさいいね集まったのってさ、なんかその生徒とかさ生徒だったね。でもそういう関係性じゃなくないみたいな。いやあなたはね、
見てる方はそうなんじゃないの。で中にはさ「なんで先生なんですか?」っていまだにコメントあったりするじゃん。そもそもはさ、台湾に住んでた時に水餃子屋さんをいろいろ巡ってこだわりを話した時に、あなたが僕に「水餃子先生だね」って言ったあのワンフレーズからいつの間にか水餃子が取れて先生だけ残ってるわけ。なんでっていうね。そうみんながつけてくれた。あ、そうなんだっけ。そう、私がその時は水餃子先生だね、あははって言ってるけど、その後みんなが水餃子先生って呼び出して。でいつの間にか先生になったんでしょ。だからまあ呼んでくださいねとはうちらは言ってはいない。いや私も言ってない。そう、いつの間にか先生になってしまった人なん俺は。それこそ本当の先生じゃん。それこそ本物の C。まあとはいえね、なんかちょっと偉そうに。嫌だよね。まあ言われる側は確かに、まあ、感じてしまうよね。そう。であと一個心配したのは、今リスナーじゃない人が新規で入ってきた時に先生っていきなりすんなり入れるかなっていう。わかる？あとリスナーネームで生徒って言われた時にすんなりとそうちょっと、そのこの事情を分かってる人は受け入れてくれる人も一定数いると思う。でも新規で入った人が生徒かっていうのはちょっとなんか良くないなっていう感覚があるんですけど、まあでも皆さんはこう無邪気につけてくれたから、まあありがたいよね。そう生徒さんとか学生さんがいいですねとか言うね。確かにねと思いながら、まあでもこれはねやっぱあなたはちょっと嫌がるかなと思ったし、私もね、このラジオをそんなみんなに教えとくみたいな感じで始めたわけじゃないじゃん。最近どうよって話すラジオだから、いやその結果的にほーって思ってもらうのは嬉しいんだけど、そのうちらの話を聞いてね、まあ、そうじゃなくて、こちら聞かせてやりますぜみたいなのはちょっと恥ずかしいから。そうやっぱさその名前に自分が影響されることってあるやん、少なからず。で先生と生徒っていう関係性でやってたら、なんかねやっぱダメになっちゃうと思う。ダメわかる。自分たちも図に乗っちゃったりするから。やっぱもっと、なんだろうハッピーな感じがいいんだよ。そうとはいえこんだけいろんな案を皆さん寄せてくれたから、まあ一旦決めましょう、っていうことで、どんなのが来てたかちょっとさ、整理しよう一回。そちらを読んでいこうと思います。あ、これはデジタルデトックスとして大丈夫ですか？触らせていただきます。だいぶ見てたよ多分。だいぶ見てます。なんかカメラロールはいいだろうと思ってカメラロールいっぱい見てました。どんどんいっていくね。ミニッコがいいと思います。ミクさんとマリメッコをかけてミニッコ。あとはミクラアムラみたいに。これは平成初期民がいるぞこれは。初期民いるね。あとねすごいいろいろ考えてくださって、皆さんフィンランド語で円っていうのが円ね、ご縁の円、円ねっていうらしくて、円ねはいかがでしょうかとかすごい。あとはミクトモ。ミクトモね。ミクトモね。ミクトモ確かにいいけどね、結構マリメッコと私をかけてミクッコとかね。あとねフューチャーズ。フューチャーズ。私が未来じゃん。フューチャーズなんかさアメコミのキャラクターみたいな。わかる。SF 映画みたいじゃん。あとはマイミク。ミクシー。あとねムーミンとかもあったんだ。ムーミン。いやあとリトルミー。でもそれはねちょっと著作権権利侵害が発生しそうだし。まあじゃあややこしくなりそうやな。そうやだからちょっと。あとはフィンランド語で唯一のただ一つのっていう意味する愛の。愛の、これはフィンランドの女の子の名前でとても人気なんだって。可愛い愛の。でもさ男性もいるしと思って。そうね。聞いてる方にね。まああとはね私のYouTube のがミクスラッシュミクでしょ。だからそうスラッシュとして支えたいですって。スラッシュとして支える？だからそのスラッシュ、真ん中のスラッシュをリスナー名にする。でミクさんは支えるって。スラッシュの皆さん。そうあとミクミン。ミクミンもめっちゃ多かったの。2番目ぐらい。ピクミン的なね。そうミクの民。ミクそれでミクミンだ。そうミクの民ミクミンな。これはね実は私のインスタグラムのサブスクリプション限定のファンネームといいますか。サブスク会員さん。はい、サブスク会員さんのことを私はミクミンと呼ぶことになってるんですね。サブスクの中でみんなで決めたんですけど。なので
じゃあみっくみはちょっとそこはで使っているので、は分けたいってことね。はい、そういうことで、であなたと話したら何がいいかなって事前にちょっとだけ、ね、あなたがいいのを見つけてきたんです。この方はね、これラジオネームとか書いてないのかな。書いてないね。ニコ太郎さんっていう人が「コウヨトリとかどうでしょう」っていう。ああ、すごい。で私その時ね見たけど、ピンときてなかったんだけど、あなたの説明聞いてめっちゃピンときた。そう多分コウノトリとかけてらっしゃるんだろうなと。最近同様の「こうよ」って返してくれるのってかけてくれてるんだよね。なんかこれはすごいラジオネームにも合ってるしの、まあなんかアンサーっぽい感じの、対等感ね。そう、あるし、なんかコウノトリ多分幸せを運ぶ的な。そうだね。コウノトリって赤ちゃん運んでくるのとかっていうよね。つまり幸せを運ぶと、なんかそういう意味でもなんかすごくいいし、変な話、ちょっともうこのラジオ聞いてられませんとか、来たら「あ、伝っていきましたね」とかとか、なんかそうそうなんかそういうだから鳥の風習に合わせて結構言えたりとか。そうだね。なんか泊まりに来てくれたのかなみたいな。あとなんか鳥ってさ、なんか結構集団でいるイメージある。確かに。こういう鳥の皆さんとかさ。あ、いいね。なんか言いやすくないと思って。大群感もつけれるもんね。そう。この方理由ないんだよね。そう理由とか説明はしてないんだけど、そこまで想像させてくれたこのワンフレーズ、これすごいなって思って、僕の一押しはこれなんですけど。いやでも私もそれ聞いて、あ、いいなみたいな。こういう鳥の皆さんとか言って、そういいよね。したらさ、ラジオのアイキャッチも鳥の絵とか描いちゃったんですよ。おお、いいやん。でピオみたいな。あ、そうね。ピコじゃなくてピオにしよう。確かに。ピョ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 とか。これだから最終的にラジオグッズもできてよ、いらんだろ。子供が生まれましたとか、あ、ひな鳥おめでとうとかね、わかんないけどラジオの相談とかでさ、結構あれは友人関係とか親との関係とかだったら、いや親鳥がさとか言えるわけ。確かにそういうのがすごくいいなと思って。すごくいいな。一旦こちらをじゃあ採用させていただこうと思います。そうね。皆さんラジオネームのリスナーネームはこうよ鳥、こうよ鳥、こうよ鳥、鳥かな。こうよ鳥。でも一番はその聞いてくれてる皆さんが納得できるかだから。確かにこれ聞いて、いややっぱこっちの方がとかあったらもう全然、私の思いつきで始まったリスナーネーム募集なんででもなんかすごいしっくりきた。その私の名前だけだと、そのラジオのリスナーネームとしてなんだろう、あなたがいなさすぎるかなみたいな。でもこういうとにだったらすごいこのラジオっぽい、ラジオのアンサーっぽい感じが本当にあっていい。ちょっと待ってね、今コウヨトリのコメントにどれくらい反応があるか。1いいねだったよ。やっぱ1いいねしかないんや。一旦ね、ちょっとどうですかっていう。そう、一旦どうですか。やっぱちょっと生徒さんっていうのはやっぱりちょっと自分たちが違うなっていうのがあって、っていうのを踏まえてもう一回考えてもらってもいいかもしれない。どんだけ考えでもね、コウヨトリはね、俺結構おーって思わせられた。いや私はもうアイキャッチ早くピヨピヨってしたよね。ピヨピヨって。ではちょっと一旦これで皆さんにどうですかっていうことで、本当にたくさん考えてくださってありがとうございます。本当皆さんありがたい。そういう感じでコウヨトリの皆さんとお届けしていこうかなと思います。すごいね、こうやってラジオって深まっていくんだよ。だから少しずつこのラジオごっこを楽しんでいきたいと思います。はい。で今週は、先週のね動画でいただいたお手紙を読んで終わりにしたいと思います。ラジオネームトッキさんからのお手紙です。共通テストの結果が悪く、今年は出願せず浪人することを決めました。私は高校受験時も第一志望の学科に合格できず、同じ学校の別のコースへ入学し、編入試験を受けて希望のコースに入り頑張ってきました。編入試験ももちろん大変でしたが、その後も授業についていくのも大変で、周りのみんなに助けてもらいながらやってきました。しかし友達が推薦入試などで秋ぐらいに有名大学に合格が決まっていき、素直におめでとうと言えない自分がいたり、友達も苦労しているはずなのに、なんで私だけこんなにもうまくいかないのだろうと思ってしまう自分がいたりして、そんな自分が嫌になります。頑張らないといけない時に思うように頑張れなかったり、目標だけは一丁前に高くて、それに見合う努力ができていると自信を持って言えなかったりする自分も嫌になります。
ミクさんは目標を達成するために意識していることや精神的に元気でいるために行っていることはありますかということです。心が今ドキッとしましたね。ドキッとしましたね。すごいドキドキしました。目標を達成するために意識していることとか精神的に元気でいるために行っていることはありますかということで、なかなかね進学がうまくこのトッキさんの中ではいかず、で友達は有名大学に合格が決まってそれを素直におめでとうと言えない自分が嫌。ここがね結構グッときたんだけど、目標だけは一丁前に高くてそれに見合う努力ができていると自信を持って言えない自分に嫌になる。わかるそういう時あるよね。てか大体がそうなんだよな。目標は高いけどそれに見合う努力が本当にできているかって、いや本当毎回それはねドキドキしちゃうんだけど、どうですか？目標を達成するために意識していたりとか精神的に元気になるために行っていることは、でも本当に精神論になっちゃうんだけど、本当にやるしかないっていうのをいつも言うけどね、やるしかないとは分かった上でやっぱやれない時あるじゃん普通に、そういう時難しいよね。どうだった？ちょっと待って。私は進路みたいな時か、はトッキさんはちょっとさ自分が置いてかれてるみたいな感じで自分が嫌になったりしてるじゃん、私は逆に早くこれは就職しちゃったことによって、友達は学生ですごく楽しそうなのに自分はやらなきゃいけないことがいっぱいあって、目標はあるけどやらなきゃいけないのにやれない、このトッキさんと同じように自分がいて、でも学生のみんなには私は社会人で頑張ってるのにみたいな感じでなんか虚勢を張ってた時期みたいなのがあって辛かった、でもその時どうしてたかっていうと全然かっこよくなくてめっちゃ泣きながらなんで私こんなことやんなきゃいけないんだよってめっちゃ家族とかにも当たり散らかしながらなんとかやった気がする。その仕事頑張るとかさ、そういうだからそんなね綺麗にはいかないんだよねそういう時って。ある意味希望のコースにスッと行けてしまったっていうのが、早く行き過ぎちゃったがゆえ自分の能力と見合わなくて苦労したね。あるあなたそういう、別に学生じゃなくてもいいんだけどね、目標を達成する時、意識していたこととか精神的にそういう時でも精神的に元気でいるために意識していることとか。でも学生の時は割と俺もなんか最後まで頑張りきれたかっていうと、頑張りきれてないよね、そう頑張りきれたかっていうとやっぱ頑張りきれてないんだよね。多分なんかもっとできたんだよ今思えば。いやそのねなんか能力とかじゃないんだよねこれ、結構ね心と体の体力っていうか、人間本来その人が持ってるその体力の総量が多いか少ないかによって若い時の能力が伸びるか伸びないかがものすごい左右されてるんじゃないかなと思うわけ、頭がいいんだけど体力なかったらやっぱ勉強って多分続けれないから、なんか結果出ないみたいなのって、もちろん他の要因もあると思うけど、やっぱその人が持ってる体力、気力、みたいなところが本当にあるんだろうなって、今でも思う、だから大人になってまあいっかこれくらいって思っちゃう派なんだけど、いやわかる。結構人間のなんかの能力値自体はそんなに大差がないけど、気力と体力でめちゃめちゃ離された実感みたいなことはやっぱあって、学生の時は俺って結果出せないってことは頭が悪いんだなとかことってあったけど、もうちょっと俯瞰してみると、その自分自身のなんか体力とか気力の作り方みたいなところをちょっとなんだろう、急にはつかないけど、なんか踏ん張り力みたいなさ、ものが意外と耐える力とかね、そう足りてなかったんかなって思う、そうなんだよね。だからどうしろってことか。でも私もてかみんなそうだと思うんで、私もすごい足りてなくて、めまい症、メニエール病とかいうめまい症になったりとかして、なんか心と体のさバランス取れなくなったりとかしたわけ、だからトッキさんだけができてないわけじゃなくて、みんなそうなんだよ、で大人になって思ったのは、これってさこの学生の時期とかじゃなくてずっとこういう状況って続くの、こうやって自分が目標のために頑張ろうと思ってもできない自分とか人と比べてとかさ、そういう自分がいて、でもなんかそれって辛いじゃん、
辛い時期って結局ずっと続くのよ。そこだけじゃなくてっていうのが分かってくるようになる、その学生の時はここがもう本当にどん底で、あと合格さえすれば、いい人生待ってると思いきやそんなことなくて、で私はその大人になってからこの辛いことがベースにあるけど、例えば美味しいもの食べたりとかさ、綺麗なもの見たらさ、生きててよかったみたいなさ、で思わず出るじゃん、そういうのってさ、辛いことがベースにあるから生きててよかったって思えるんだなって思うの。それがなかったら生きててよかったって言葉が出ないと思う。だからこういう目標達成の時の辛い時期っていうのは、私が今一生懸命生きている時間、一生懸命生きててよかったっていうために生きてる時間なんだと思って、さっきも言ったけど、もう耐えるしかないなんつったらいいんだろう。ちょっと待って、これはね、解決方法ではないんだけど、俺が若い時、特に学生の時とかに、もうちょっとこういう考え方も持ってたら、もっといい結果を引き起こせたかもなみたいな、って思ってることがあって、それは一つ前提として言えるのは、学生時代っていうのは一喜一憂できる喜びを味わえるめちゃめちゃいい時期なんよ。大人になると正直そのいい大学に行ったろうが行ってなかろうが、社会人に出て10年過ぎると、大学名なんて世間一般的な業界だと、もうわざわざ気にしないし、一緒に仕事する人がどこの大学を出てるとかっていうのは、基本的に気にされなくなるし、もっと実力チックなところで見られることがあるから、正直気にしなくてもいいんだけど、その学生の時にこの大学に行ける行けないっていうのって、もう自分の人生の全てが決まるぐらいの大きな分かれ道だって思ってる。でもそんなことないんだよって今俺らが言うのはものすごい不誠実だと思うわけ。確かにね、言っちゃいそうになるけど、そうやっぱその一喜一憂で、勝ち取ろうと勝ち取れなかろうと、やっぱその勝負はやっぱ真剣に一回向かうべき。そうね、本気でな。そうだから俺も学生の時にちょっとだけやっぱ自分に甘えがあったのは、別にそこまでこだわらなくてもいいんじゃねって。いや普通逃げた部分もあった。本当に一生懸命にそこに慣れてたかっていうと、ちょっとなんか邪念が多かった。もちろんホルモンのバランスとかもあるから当時の俺にできなかったけど、そういうもうお前はここしかないんだぞっていう自分をもっと切り詰める心をもっと持てばよかった。何を言いたいんだっけ。でもなんか分かるよ分かる言わんとしてることは。でも多分そういう風に今トッキーさん生きてると思うよ。どっちも分かってて、どっちも行ったり来たりしちゃってんの。だから頑張りきれてない自分に嫌になったりとかも、そう思っちゃうわけよ。行ったり来たりするから、そうね、でも私もなんかこれ難しくて、今まで2点3点してたけど、話がでも私も正直確かに就職する、ごめんなさい受験とかは全然してなかったから就職で例えちゃうんですけど、就職する時私はもう絶対に CA になる、 CA が絶対嫌だからってやってたもん。その一瞬だけで、その時考えてたのは、このね CA に向かってるこの時間って人生に比べたらほんとこれぐらいだから、ここでやれなかったらお前いつやれんだっていやそうだよな。 CA やりたいってここまで来て、ここで本気出せなかったらあんたいつ本気出すのって思ったの途中で、でじゃあ今こっから3時間勉強してから寝るのか、今日やんなくていいやって言って寝るのか、どっちがいいのって、どっちが CA になれると思うみたいな、自分の中でね、正解はないよ。じゃあ3時間勉強してから寝ようみたいな。でそれが別に採用試験に効果を発揮したかは別に発揮してないのよ。だから目標達成っていうのはなんか難しいんだけど、心が元気ではなかったよ。荒れまくってたし、なんか泣き叫んでたし、落ち込んだり頑張ろうって思ったり、もうぐちゃぐちゃの中、それでももうこういう感じでやってたっていうか。なんかね、確かに俺も何かをやり遂げた時とかって、決して自分の心身が健康かって言われると健康じゃなかった。健康に目標を達成する方法が多分あるんだろうけど割と不器用な方だと思うので、自分の健康とか何かを犠牲にしないと手に入れられない方法しか見つからない。そういう人生だった私も。確かに何かにとらわれてるうちは成功できない。時いやもう自分にも言ってるよ自分にも言ってるけど、でもなんかね
まあ、よく聞かれるじゃんこういうことって。でうん別に私が何かものすごいことなした人ではないんだけど、うんまあ、聞いてもらえるから自分の経験談で話す時、例えばその就職もそうだし YouTube やった時もそうだけど死ぬ気でやったよ自分の中では。うんでもそれができない日もあった。うん今日はなんかやんなきゃいけないのにやれなかった日があってすごく嫌だったし、うんと思えば今日やるぞって言って徹夜して頑張った日もあった。泣いた日もあった。もうやめたくなる日もあった。でも明日頑張るぞって前向きな日もあった。それをぐちゃぐちゃになりながらやれたから今があるんだよね。うんでもこうやって毎回こういう記録論みたいな根性論みたいなのを言うのはねあんまり嫌なんですけど、結局でも私もそうでしかなかったから。あるよ今世の中には方法、いろんな方法、本屋さんにも何とかする方法、ググれば何とかする方法って出てくる。でも頭一つ抜けるとか、自分が行きたいとこに絶対に行くとかっていうそれ確実に叶える人っていうのはもう方法じゃないんだよ。方法で行けてる人あんま見たことない。いると思うんだけど、でもやっぱ違うんだよって思っちゃった。だから別に健康じゃなくていいんだよっていうのもありつつ、でもやっぱ皆さんの心と体も心配だから無理しないでとは思うんだけど、でもどこかで無理をする自分が今を作った気するんだよなっていう。難しい。どう思う？何だったっけ？だから目標を達成するために心がけていること、精神的に元気でいるためにそういうことね。行っていること。なるほどね。だからまあちょっと受験はちょっと特殊な例すぎるから、そうね。その目標達成っていうくくりで言うと確かに本当にそう。心身の健康と成功は比例しないということですね。はい。ぐちゃめちゃになりながら成功していくんですよ。成功したわけじゃない自分なんていうの、その成功体験をね、そう自分の中での成功体験を全部辿ってみると、ぐちゃめちゃドロドロ、ボサボサって感じです。何一つ綺麗な瞬間はなかった。そのぐちゃぐちゃになりながら歩いてたら突然プワって道開けたみたいな。そうね、まあアンチ令和論なんだけどワークライフバランスとかはもうなかった時の方が、まあ、成功かどうか置いといて成長はできた。でもいいんじゃないかなこういうことを言ってもっても思うのは、なんか最近その優しいアドバイスがさ多い世の中じゃん。それってすごく素敵なんだけど、でやっぱそれだけじゃ無理なこともあるよっていうなんかこのコソコソっていう感じ。やっぱちょっと殻破れよっていうことですよ。だからトッキーさんがこう自分のこと嫌になったりとか、一丁前に目標高くてそれに努力できてないとか思っちゃうこととか、友達におめでとうって言えないことっていうのは大丈夫、みんな思う。そういう気持ち抱えながらぐちゃぐちゃしながらやってきたから、でもそれにそんな自分を嫌だと思ってることも大事よ。そうやって嫌だな、そんな自分嫌だなと思いながらぐちゃぐちゃになりながらやっていったら目標達成できると思うんですよ。頑張ってることには変わりはないから。いやちょっと考えさせられるねこれはねやっぱなんだろう、最近こういうさ、悩み、ご相談、受けてさ思うのはさ、意外とその昔の、その学生時代の、あの時の悩みとかって、いまだにこびりついてるそうなんだよねなって思ったり、自分に当てはまることが多くてドキッとしちゃうし、自分の中で解決してないことって無意識的に背けてるところを人の悩みとはいえ聞いちゃうと、あやべって思っちゃうから、別にさ俺らはなんだろうプロのお悩み解決人じゃないからその必ずしも解決方法を出せる提示する必要はないんだけど、そうだよねってなんか、一通り考えてみて確かに難しいなって思った、自分もそんな人にこうしたらいいよって言えるほどやってきたのかと言ったら、いや普通にサボった時もありますみたいな、なるし、私たちも一生これを背負わなきゃいけない問題ってことなんですよ。まだ全然自分の中でこれに対する解決策が見つかってるような人間ではないわけで、トッキさんはでも今決めたっていう段階ですごい不安だったりとか
みんなと一緒にスタートできないことに対しての後ろめたさとかあると思うんだけど、まあ一言で大丈夫だからっていうのはある。これはなんか無責任に言ってるわけではなくて、大丈夫なんだけど大丈夫じゃないと思ってやってほしいなっていう気持ちあるよね。私はやるんだっていう気持ちでやるといい方向に行くと、経験則ではそう思いますっていう感じ。そうだね。そういうドキドキする回で大丈夫だったか。いや、はい、コウヨトリの皆さん、羽を休めれたでしょうか。うまいこと言えてるのかも微妙やしな。みんなピー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 って言ってる。文句言ってる。文句言ってる。まあね、こんな感じでね、まあね、ちょっとでもなんだろう、頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけど、自分たちもドキッとしながら生きていこうかなと思います。ありがとうございます。手紙くださって、そういう感じで今週のラジオは以上です。はい。はい。また引き続き、皆さんからお悩み、質問、ラジオのトークテーマ大募集中ですので、このコメント欄に、どしどしラジオネームつけて書いていただけると嬉しいです。あとはコウヨトリどうですかっていう、ちょっとアンケートもいいんじゃないですか。そうね、コウヨトリ嫌ですってピー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 言っていただいても大丈夫です。やっぱみんなでつけていくリスナーネームどうですかっていうのを、はい、やっていこうと思います。はい、で今週のラジオは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かったっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。